はい、アロハシャツ研究室特別編、はい。本日は新宿にあります、はい。ジャンキースペシャルからお送りしたいと思います。はい。本日はですね、中野教授、はい、もちろんね、お願いします。そしてこちらジャンキースペシャルの名物男カルロス西です。カルロス西です。お願いします。よろしくお願いします。なぜ今日はこちらに来たかというとですね、はい。もうすっかり世の中アロハシャツシーズンど真ん中入りました。とここからまだど真ん中続きますけども、そうですね。もうかなりはい。お店の方、はい、動きが活発だということで、そうですね。いろんなところからそういう声は聞こえてきます。そうですよね。はい。見せこないとなくなっちゃうよっていうね、メッセージも込めてですね、今日ちょっとお店の動向を、はい、西さんから教えてもらいたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速ですが、そうですね。こちらジャンキースペシャル、はい。どうですか今年のサンサーフ。そうですね。ちょっと例年に比べると入荷がちょっと遅かった、はい、んですけど、やばいですマジで。本当めちゃくちゃ売れていて、お、ちょっと本来だったら今日紹介したいアイテムとかもあったんですけど、もう全然紹介できないぐらい在庫がなくなっているような状態ですね。すごい。はい。そんな中でもちょっとそうですね、いろいろ順番に見せてください。ですね。こう自分もちょっと作って納品した後のそのお店の状況っていう、あとお客さんの反響、気になりますよね。めちゃめちゃ気になりますね。作り手としてはただお店に行ってですね、どうですかって僕が聞くのもなかなかはい、難しいところもあるので、今日はぜひそういったところを聞ければなと思います。はい、お願いします。はい、じゃあ早速1着目、そうですね、見せていただきましょう。1着目はこちらですね。来ました。人気ですか。こちらはい人気です。で、うちのお店、以前からいろいろライトニングさんとかクラッチマガジンさんでもお話しさせていただいてるんですけど、和柄がやっぱりものすごく人気が高い。そうですね、はい、和柄なんですね。はい、でその中でもモチーフが要はドーンと描かれているデザインっていうのは、毎回出てくるたんびに完売する、その年には。中根さん、こちらは、ちょっとシャツの解説をお願いします。和柄は今西さんがおっしゃった通り、和柄の中でもビッグアニマルって言われるこの一つドーンとモチーフで一つの動物のモチーフがこうでかく書かれているもの。これ以前もね、アロハシャツ研究室で紹介させていただいたレーベルでいうと、これ実名サンサーフスペシャルエディション、そうです。はい、武蔵屋のシャツになりまして、で本に載せてその時の反響っていうのももうとにかくあったんですよ。これ復刻しないんですか。そういうのもあったので、じゃあぜひっていうので復刻に至ったっていう経緯もあるんですけれども、実際武蔵屋のレーベルがついてる、そういったところで和柄好きな人、その中でも特に武蔵屋のシャツが好きな人っていう方がお客様がいらっしゃるんです。なのでそこでもう本当にお客様自体のその動きがまずそこであって、で柄自体ももうインパクトがあって、であとですね、他にあまりない、鶴の柄とかはあるんですけど、もうこの真っ赤のグラウンドで鶴がいてっていうのもなかなかないので、そういったところでお店の方まだありますかこれ。って感じです。いや、あります。あります。もちろんうちもガンガン売るつもりでオーダーはしてるんで、あるんですけど、もうかなりサイズ掛けの状態なので、もうすでにサイズ掛けが始まってる。全然あります。そうですか。早めに。はい。いや、すごいインパクトのものが一発目やっぱり出てきましたね。和柄はやっぱり強いって今おっしゃいましたけど、この鶴、武蔵屋の鶴以外にももちろんいっぱいあるじゃないですか。ちょっとその辺もじゃあちょっと紹介してください。お願いします。またなんか綺麗な色ですかね。そうですね。続いてこちらですね。こちらはじゃあこれはサンサーフのレギュラー。そうですね。サンサーフのラインで、和柄のラインになります。同じく。そうですね。こちらも以前にこのトンボのこちらの柄は以前にレプリカを一度しているんですけれども、この白鷺の方は初の復刻になります。
ジャンスペのお客さんっていうのは、初の復刻だとかって、そういうのもやっぱりインプットされてるものなんですか？もうサンサーフ好きな人は、多分そこから入る人も結構多いです。サンサーフが売り始めてる頃から長年ずっと買われてる人なんで、何これやった、ついにこれやったみたいなやっぱり要はそういうところから入る方も結構いますね。やはりリクエストっていうのは毎年たくさん来ますので、それでリクエストしていた柄が何年か越しで復刻されるってなると、おおっていうのはやはりお客様からそういう声も多いですね。先ほどのね、赤い鶴とはまた違うスタイルの和柄じゃないですか。そうですね。あっちもこっちもってなっちゃう人いるんじゃないですか。そうですね。大体皆さん1枚2枚で終わらないので、やっぱり買われる方はかなりの数買っていただけてるので、ちょっとじゃあ柄の説明とお願いします。これちょっとですね、もう本当に風景柄っていうところで言ってしまうと、もうそれも簡単なんですけども、もうこのグラデ全体のそのグラデーション、水辺で飛んでいるトンボ、こういったところの奥行きですね。奥行きと、あとデザインのその細かさのそのグラデーション、そういったところでこの臨場感ですよね。そういったところがすごく表現されていて、これはもう実際に和装のプリントの技術がもうふんだんに生かされたデザインになっていますので、これもともとのオリジナルは50年代のものですか？で日本でプリントをされて、ハワイに輸出されて、ハワイでシャツに組み立てられたものになります。あとこちらですね、こちら初のこの白鷺のモチーフなんですけども、鳥のモチーフの中では白鷺のモチーフって少ないんですよ。でまずそこで希少価値がすごく高いっていうのがあるんですけども、であとですね、割とはっきりくっきりモチーフ自体中心のメインモチーフとなるものっていうのは、割とはっきり出すのが特徴なマラワシャツの特徴の一つでもあるんですけど、この柄に関しては周りをちょっともやんとさせてですね、鳥の周りってことですね。鳥の周りをちょっともやんとさせて、これでモチーフ自体を浮かび上がらせてるっていう効果はあるんですけども、他の柄にはあまり使われてない技法が取り入れられてモチーフを表現しているっていうところもすごく面白いところです。いいですね。今の話また積極で使いますもんね。本当にこのまま使います。もうこちらももう動きは活発ですか？かなり。正直もうトンボの方はもう一色完売してしまっていて、もう白鷺の方もかなりの在庫がなくなってしまっているので、本当に急いだ方がいいアイテムですね。こういう和柄って初めての人にはかなりハードルがちょっと高い気がするんですけれども、実際年代的にはこういうのってどの辺の年齢層の方々がお客様ですか？和柄のアロハっていうのは。うちのお店の場合だいたい40代50代がメインのお客さんなんですけど、全然20代とか変な話10代とかの若い方でも全然和柄とか買われるので、あまり和柄だからとかあんまり気にされない、最近の特に傾向でいうと、最近若い子たち着こなしも上手ですね。上手ですね。もうじゃあこちらも品薄状態すでになり始めてます。急いでください。急いでくださいというメッセージですね。これはもう。実はですね、もう一柄、和柄で紹介したい柄がありまして、それちょっと今お持ちするので、少々お待ちします。そうですよね。和柄といっても1シーズン何型和柄出してます？もう最低でも5柄6柄ぐらいは出しますので、それ以上ですね。で和柄だけを買われる方もいらっしゃるんですけど、もうほぼほぼ皆さん洋柄も和柄も両方買われるお客様が多いので、おお、すごいのが来ましたね。これはね、こちらですね。これも以前ね、アロハシャツ研究室も今期の肝入り作として紹介していただいてたんですけれども、これの本に載せた時、ヴィンテージアロハシャツの本に載せた時の反響ももう鶴同様すごかったので、これ何ですかっていう、何ですかっていうね、鮮やかとで、もう本当鶴と同じでもインパクトですよね。これはこれは旗ドライグッズという旗商店の、こ
もう実名復刻ですね。実名復刻で、もともと三神楽っていうこのシャツタイトルなんですけど、神社とかの神事の時にですね、神様に奉納する歌とか踊りがありまして、日本にはその時に使った扇子ですとか、この包み、そういったところをメインモチーフにして、でちょっと変わっているのがこの紐の部分ですね。こういったところにすごく鮮やかな、そして差し色を、確かに細かい柄になってるわけですね。動物ではないんですけれども、またこういったインパクトもすごく強い柄になっておりますので。これ西さん、ね、どうしても紹介したいっていう話でしたけど、そうですね、すごくお客さんハードル高くないですか、この柄の色彩の強さとか。もちろんそうで、多分他の、いわゆるアロハシャツって言われている柄に比べると、先ほど中野さんからも説明があった通り、すごく柄にインパクトがあって、なんだこれはみたいな柄ではあるんですけど、やっぱり意外と着てみるとしっくりくる。そこですよね。アロハシャツマジックと僕はあえて呼びたいんですけど、手で持つとすっごくこうやって見てると派手だったり見えるんだけど、着るとあれいけるじゃんっていうのがアロハシャツですね。じゃあもうこれはもう試着したらみんなあれっていう感じで、やはりカタログを見て、興味を持っていただいて、お店に来ていただく、で、実際着てみる、ってなるとやっぱり今真島さんが言ったようにそのマジックですよね。なんだこれ意外と着てみたら意外とシンプルじゃん、着やすいねみたいなっていう声もやっぱりあるので、その中でもすごく人気ですね。和柄、いや今4型どれもでも綺麗なね、やっぱり三叉風じゃなきゃできない再現性というか、すごいものを見せていただきましたが、もう和柄ときたらそうですね、当然ね、ちょっと洋柄というかですね、トロピカルな柄も気になるところなんで、じゃあ次をジャンキースペシャルおすすめのトロピカルをお願いしたいです。すいません。次はこちらですね。あれ、これ同じのが来ましたよ。わざとじゃないですよね。違います違います。いや僕ね、今日ね、これね、先ほど実はこの撮影始まる前に勝手に買わせていただいた柄だったんです。何も知らずに買っちゃった。これは和柄ではなくて、これは洋柄、トロピカルになるんですね。朝顔モチーフと、あと描き方、あと使っている色とかはちょっと和のテイストも入ってるのかなっていう雰囲気はあるんですけど、これはもうデューク花木のアメリカ本土でデュークの実名復刻ですね。実名復刻で50年代前半のこの復刻になっておりました。これちょっと色バリエーション見せていいですか。ね、全然印象変わりますね、色によってね。全然違いますよね。ちょっと大人、全体的にやはりデュークなので、大人っぽい感じのデザインと色使いで、どういったものにも合わせやすい。さっきね、僕はたまたまこれを同じものを選んだんですけど、なかなか自分では選べない色だったんですよ。普通だったら茶色か紺いくんですよ。そうですよね。でもこっち来てみてくださいってお店で接客を受けて来てみたら、あれいいなと思って、いい色ですよね。これ何色って言ったらいいのか自分でもわからないようなグレーというかグリーングレーみたいなね色なんですけれども、こういった色使いもデュークのうまいところで、他のアロハシャツにあまり使われてない色は使ってたりとか、そういったところもありますので、黄色い花の色なんかもあんまり見ない色ですよね。そのあたりの色の使い方っていうのは独特なんですけど、ものすごくレベルが高いので、デュークの特徴ですね。お店ではどうですか、お客さん色で悩まれる方も多いんじゃないですか。いますね。なんですけど、そこは私がもう決めちゃいます。あなたはこれっていう決め方で。そうですね。大体やっぱり先ほど言ったようにネイビーとかブラウンを選ぶ方が本当に多いんですけど、やっぱり花の色がこのグレーは鮮やかなので、綺麗な、これ朱色と言ったらいいんですかね。個人的にはこの色がすごく好きなので、もし悩まれるんであればこれをすぐ進めちゃうので、私は。なんかね、濃い色のジーンズにこの地の色がすごく合うなっていうのが、なかなか見ない色
選ばない色、特にカタログでこの3色見たら絶対この2色で決めてくると思うんですよ。目がいきますね。で実際お店来て、でこれ手に取って、で着てみたら、あれこっちかもっていう、それはやっぱり作ってる側としては、してやったり、そうですね、やっぱりこう挑戦なので、もうこっちはもう鉄板だと思うんですよ。でこちらは新色でなかなかこう特に使われない色で、特に日本の中であまり見ない色だと思うので、そういった色ってこちら出す側からするとこう挑戦というかチャレンジなので、それを選んでいただけるってなると僕らはやっぱり嬉しいですよね。今の話の流れから言いますと、ジャンキースペシャルさん、来たお客さんは多分この色がどんどん進められていくんで、この色が先になくなってしまうんじゃないかという心配がありますので、この色が欲しい方は本当に急いだ方がいいやつですね。はい、ありがとうございます。そうですね。次は洋柄も何方かありますか？洋柄でもちょっとお勧めしたいのがあるので、お持ちします。お願いします。